こんにちは、グリプトです。米国で暗号資産関連の重要な法案がですね、複数審議に入るということで、暗号ウィークと呼ばれてましたけども、もうすでに若干不穏な空気が漂ってます。で、またビットコインの現物関連でもですね、下への圧力要因と思われるようなものが何個か出てるんで、そのあたりも見ていきたいと思います。本日の主なラインナップはこちらになってます。それでは本日もポジネガーファンダーチャートなどをまとめてみていきたいと思います。ビットコインの価格が現在11万7500ドルあたり推移しています。発表された指標の方では、米 CPI の総合、米ニューヨーク年金製造業景気指数がともに予想以上となってまして、ドル高要因、また日本の参院選の予想もですね、円安要因になっているのかなと思います。ドル円は 148.7 円台続伸してまして、米株指数、ゴールド、ビットコインは調整となっています。で、また注目されてた暗号ウィークと呼ばれる元となったですね、米三法の手続き投票が否決されたのも話題になってまして、この詳細に関してはこの後のその他のところでまた取り上げたいと思います。あとビットコイン関連ではスタンダードチャータード銀行が機関投資家向けにビットコインとイーサの現物取引の提供を開始したのも話題になったりしてたんですけど、最近の高値圏でですね、155日以上保有している長期保有者の売りが目立ってたり、あと先日から話題になっているですね、8万 BTC を保有するクジラが4万 BTC をギャラクシーデジタルへ送金しているのも観測されてまして、売却に動いているというのも注目されています。全体的に売り圧要因と思われるものが多くなってますね。あと個別株の方ではカンタエクイティパートナーズがブロックストリームの CEO アダム・バック氏と30億ドルから40億ドル相当のビットコインを購入する交渉が最終段階に入っているという情報が出てたりしてます。実現すれば約3万 BTC 取得となります。ただ株価は最近の調整もあってからですね、マイナス 11.3% となっています。あとはイーサのトレジャリー、シャープリンクゲーミングですね、74,656イーサ買い増し、総保有量は28万706イーサとなっています。連日続伸してまして、今回もプラス 21.3% と、また時間外でも伸びてますね。これで窓が埋まった形になりましたけど、再度続伸できるのか注目です。あとはメタプラネットですね、フィデリティの子会社ナショナルフィナンシャルサービスがメタプラネットの株を 12.9% を取得、筆頭株主となっています。この大手フィデリティの名前が出ることでですね、またメタプラネットの知名度が上がる期待もあるのかなと思うんですけど、昨日は1500円のサポート終わってから下に向かった展開となってまして、で本日も下に向かっています。4時間足日足のサポートも割ってるんでファンド頼りなところもありますけど、ここ最近ですね、日本のトレジャリー、非常に弱いんで、なんとか下につく前にですね、反発に期待したいですね。昨日の ETF は現時点ではプラス970万ドル相当、香港はプラス 12.6BTC となっています。ビットコインの先物の方では OI は全体でマイナス 1.88%、859億ドル相当、オーダーブックの状況としては11万4600がですね、目立ちすぎてちょっと他が見えないくらいになっています。今後の指標としては本日7月16日に ACPI、米 PPI、米鉱工業生産指数、米ジブック、7月17日に米小売、米フィラデルフィア連撃企業指数、7月18日に米住宅着工件数、米ミシガン大学消費者信頼感指数、7月の速報値などが控えています。で、ビットコインは4時間足ではですね、11万5000のサポートの攻防となっています。ただ今回、米暗号三法ですね、万が一否決となると暗号ウィークとしてですね、期待で上がってた分戻して11万ドルの攻防になる可能性もありますね。本日21時半から米指標、あと米暗号三法の手続きの再投票はですね、明日7月17日6時予定とされてますんで、それらの時間帯にもどのように動くのか注目ですね。そしてイーサですね。イーサの価格が現在3130ドル、BTC だっては 0.0266、先物の方では OI は全体でプラス 4.90%、460億ドル相当と、こちらは ATH 更新となっています。ETF は現時点ではプラス860万ドル相当、香港はゼロとなっています。イーサはですね、何度も弾かれてた BTC 立ての抵抗、0.026を超えてまして、ここに来て強くなっています。次は
カップが形成しそうな0.028 の攻防が視野に入ってますけども、続伸できるのか注目です。あとその他の動向では、まず米暗号三法のですね、審議開始の手続き投票が否決された件ですね。対象としては、ジーニアス法、クラリティ法、アンチ CBDC 法のですね、審議開始の手続き投票が行われたんですけど、196対223で否決となっています。で、この投票に入る前もですね、その一部の議員から懸念とか不透明な部分が多いまま、この法案の審議を進めてもいいのかという意見が出てたのも以前取り上げましたけど、今回ですね、その共和党でも12人が反対票を投じてまして、理由としては全ての法案をですね一緒にした方がいいんじゃないかとか、あとは CBDC の厳格な禁止が欠如してるとか、法案としてですね、そのもっと練った方がいいんじゃないかという意見から反対につながってるのもあるみたいですね。で、先ほども少しお伝えしましたけど、この審議手続きの再投票が明日7月17日6時予定とされてますんで、また市場に影響すると思いますんで、こちらの進捗にも注目です。あとは暗号資産支援の政治活動委員会 PAC が 1.41 億ドル調達。こちらは2026年の中間選挙用の資金とされています。あとはシティの CEO フレイザー氏が決算でシティは独自のステーブルコインの発行を検討していると発表したのも話題になってますね。あと他ではニュージーランドで仮想通貨に投資する資金を確保するために母親を殺害したという事件も話題になっていますね。母親から約 5.1 万ドル盗んで殺害した後、転落死に見せかけた疑いとされています。最近他人の誘拐事件よくありますけど、親族に、こう手出す系っていうのは珍しいですよね。怖い事件がちょっと後を絶たないですよね。あとアルト関連では、プロシェアーズのレバレッジ型 XRP ETF、ウルトラ XRP ETF UXRP の上場が承認されたこと、あとはワールドレベティフィナンシャルのトークンをですね、1億ドルほど購入したアクアワンが Web3 ポートと関連しているという情報も出てますね。Web3 ポートは市場操作の疑いで告発された香港のマーケットメーカーなんですけど、その Web3 ポートとアクアワンの関係者が同一人物であることと、あとは両者のウェブサイトの AWS サーバーが同一であることが指摘されたりしてますね。最近はですね、そのマーケットメーカーの価格操作、その市場操作関連の話題に市場が敏感になってきている印象がありますね。あとアルトのチャート的には、対象は XRP ですね。3ドルで一旦調整に入りましたけど、分岐転換点のところで、抵抗を抜けたような形状になっています。で、4時間足のサポートはですね、2.8 ドルあたりですけども、続伸できるのか注目です。あと他上位陣では、水あたりが強くなってますね。4ドル突破となってます。ちょうど前回高値の抵抗あたりですけど、こちらも突破できるのか注目です。今日はこのところですかね。アルトも強いところ出てきましたけども、明日ですね、また米国の暗号関連の法案の採決ありますんで、そこまでどのように動くのか注目です。何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。